お兄さんはコラボしないんですか？呼ばれればしますよ。どうも、熊五郎さんです。本日の修理はこちら。じゃじゃん。すごい。ソニー。It's a Sony。すごい。ほら、ハイレッドシールが貼ってあるよ。ね。お兄さんは全然興味ないんだけどね。ソニーの USB DAC 付きアンプ UDA-1 なんか結構高いらしくて5万以上します。まあジャンクで安く買ったんですけどね。おう、アナログボリューム。まあ電源と入力切り替えとヘッドホンのジャックとボリューム、そんだけっすね。まあリアパネルは USB が入るようになっててデジタル入力、LINE インと LINE アウト、あと LR のスピーカーの端子だね。あとはオートスタンバイがあってイコライザーって書いてあるな。バイパス、Tuned for SSHA3 って書いてあるけど、なんだろう、なんか繋がんのかな。サンプリング周波数もなんかいろいろ対応してますね。88.2 キロと96キロ、176.4 キロと192キロと、あと DSD 対応してますね。はい、そんなアンプなんですけど、もし直ったらね、お兄さんの机の上でメインで使ってあげたいなと思ったんだけど、症状はすぐ電源が切れちゃうらしいです。ちょっとやってみようか。電源ケーブルはパソコン用で多分いけると思います。そうね、パソコン用でいけますね。一応カッチャンって言ったよ。リレーの音がした。特にスタンバイランプもついてないですね。じゃあ電源で見るよ。ついた。あ、落ちた。なんか危険だな。ちゃんとコントロールされて電源落ちてない？入って、多分これシステムチェックしてない？で、ちゃんとパチンと落ちるよ。ちゃんと制御して電源落としてる感じ？ちょっと難易度高いかもしんないね。一応スピーカーつないだ。あとパソコンつなぐか。一応スピーカーがつながってるのと、電源がつながってます。で USB つないでみますね。はい、USB つなぎました。PC 側無反応ですね。じゃあ電源入れてみます。こっち。あ、パソコンは認識してる。ソニー USB DAC。こっちの電源切れると、こっちの認識も切れる。こっちで、ソニー USB DAC アンプリファイアって来るんだけど、今電源切れて、ハイディフォニッションオーディオデバイスになるね。一応認識はしてるから USB DAC 自体は生きてるっぽいね。OK です。じゃあちょっと分解して中見てみましょう。今回もちゃんとジャンクでした。よかったね。はい、やってみましょう。実はこれ結構重いです。一応矢印がついてるこの銅色の3本取ってみますね。あとはこっちのフロントパネル、これ繋がってるんで、フロントと天板が。ここのビス抜いてみますね。あ、動いた動いた。こっちだけ取れたな。あ、来ました。ちょっとコネクタ抜いちゃうね。あともう一個どっか繋がってんだよね。これ、無理ゲーなんですけど。ここのコネクタと、ここにあるね。USB かな。これ設計したやつアホだな。取れねえ。取れた。棒で取るしかない。今取ってたのはこのケーブルで、これが超短くて、ここに繋がんのね。でこっちからアクセスできないから、上からもいけないし、なのでここ横から棒で外しました。最悪です。重いのはトランスだね。ここだけ異常に重い。パーツがでかい。一回テスター当てましょう。左右のマイナス端子って繋がってんだね。で、スイッチ入れて、システムチェックみたいなのが入って、その後に落ちるんで、結構後半の方だと思うんだよね。なので、こっちの電源部分じゃなくて、アンプか、この出力系統ね。この辺だと思うんだけどね。コネクタが1個抜けかけてるね。関係ないかもしれないけど、ここ、ちゃんと入ってない。これはお兄さんが触ってる線じゃないんで。これで入ったね。でも関係ねえだろうな。ここのアンプの基板取りたいね。でも一応コネクタ入れたから、もう一回つなぐ？とりあえずコネクタはめただけだけど、一回つけてみようか。とりあえず電源入れてみる。じゃあ電源入れてみるよ。一緒だね。症状全く変わらず。あとね、この出力部分をちょっと抜いた状態で試してみたい。これね。いきます。変わらず。この出力の基板は関係ないってことだな。多分アンプだと思うんだよな。あとそうか。入力端子も見てみようか。100キロ。RCA アウトは100キロオームありますね。特に収穫なし。
ボリューム基板は取れました。よし。これで、とりあえず邪魔なのは取れたかな。こっちだな。取っちゃおう。あとはこのヒートシンクね。シリコングリスがべったり。これで取れんじゃないかな。取れた。多分壊れてるのはこれじゃないかなと思います。パワーアンプの部分だね。ちょっと基板見ていきましょう。アンプって書いてあるね。どうなんだろう、こっから電源が来て、で、ここが多分三端子レギュレーターってやつじゃない？ここで多分プラスマイナスの電圧作ってんじゃないかな。マイナス7とプラス7って書いてあるから、多分これでそれぞれの電圧を作ってるんじゃないかなと思うんだけどね。で、音の入力ここだと思うんだよね。多分こっちは LR とか書いてあるし、音が入ってきて、なんかやって、で、パワーアンプに入ると。LR 別なんだろうね。この回路とこの回路一緒だもんね。こっから LR に分けてんのかな。とりあえず部品がショートしてないかぐらいは調べておきます。あんまりね、できることないと思う。はい。だいぶ時間空いちゃったんですけど、部品が届きました。こういうコンデンサとか、簡単に検査ができるようなものっていうのは壊れてないっていうのが、一応確認できてるんですよ。で、ソニーのアンプの問題点としては、安全装置がかかっちゃうんで、通電しながら検査っていうのはできないんですね。なので、こういう IC 部品、アンプが2個、これ整流用のダイオードですね。ブリッジダイオードっていうのかな。あとは三端子レギュレーター。このあたりはもう検査できないんで、買いました。これがアンプ。ブリッジダイオード。全く同じものがなかったんで、扱える電流がね、こっちの方が少し少ないみたい。大した問題じゃないと思います。大音量で音楽聴いたりしないんで。あとは三端子レギュレーターね。これを変えちゃいます。で、動くかどうか。もうそんだけです。お兄さんにできるのはもうそれぐらいです。はい、ということで、取っていきます。結構足でかいよね、これね。大きい口金に変えます。
はい、一応こんな感じでハンダ付けできました。ということで、戻していきましょう。まず、放熱グリス塗っちゃいますね。MX2。これも一応塗っとくか。動いてほしいな。とりあえず組めました。ちょっとこれで電源だけ入れてみようか。はい、テストしてみます。はい、電源つないで、コンセント挿します。カッチャンって音はしました。じゃあ電源入れてみますよ。ついた。つきました。あれついたままだよ。マジで？落ちてないよ、電源。ちょっと、もう、ちょっと待ってよ。はい、スピーカーつなぎました。で、パソコンと USB でつなぎます。つないだ。ソニー USB ダックアンプリファイヤーって出てます。これですね。ソニー USB ダックアンプリファイヤー。今再生始めました。で、ソースセレクトは今コアキシャルになってるんで、これを USB リアにすればいいのかな？ USB リアにしました。ボリューム上げるよ。ウォー。イェイ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 。両方出てます。お兄さん直しちまった。イエス。皆さん今グッドボタンを押すところだよ、これ。今 USB 入力で、なんだっけ、わさぴだっけ。それでいけるはずなんですよ。設定で、わさぴイベントとわさぴプッシュってのがあるね。ちょっとわかんねえな。とりあえずイベントでいこうか。あ、できたね。できましたね。今 Windows 側の設定で24ビット 192kHz にしたら真ん中が光りました。で、テストってボタンを押したらピロリンピロリンっていう音はした。あ、できた。フーバーリセットしたらちゃんとできました。192kHz でやってますね。大丈夫でした。あとカバーが1箇所割れてるんで、そこの補修も一緒にやっていきたいと思います。じゃあやっていこう。あ、そうだ、これ使おう。この間買いました。パナソニックミニック。調子いいよ、これ。あ、強い強い。手締めよりも弱いぐらいで止まってくれる。なかなかいいよ。これかなりちょうどいいわ。これビスが違うな。ばらされてんね、これね。あと残り2本はこことここのサイドパネル。これを固定するためのネジですね。で、サイドパネルの右側が爪が全部折れてるんですよ。1、2、3、4、5、6、7箇所全部爪が折れてます。本当はこういう爪になってるんだけど、こっちは全部折れてます。これね。これをね、ちょっと作ってみます。で、作るのはプラリペアと初めて使います。型取りくん。お湯で固めるんだね。あ、カッターでスッとは切れないよ。結構硬いよ。結構丈夫な素材かも。ハサミならいける。はい。あ、柔らかくなったわ。こんなもんですかね。多分激アツだよね。そうでもねえ。じゃあこれで硬化させましょう。固まったみたいなんでちょっと外してみます。あ、ちゃんとできてるよ。すごい。できてるっぽい。あ、こっちの方はね、レールがすぐ横にあるんで、切ろう。パシッとはまってる感じはあるよ。ちょっとやってみよう。はい、5分ぐらい待ったんで、撮ってみたいと思います。とりあえず、ここはできたよ。この爪は。上の方の再現度はいまいち。この右半分もね、うまくできてないですね。まあ、ここがあるんで、多分これちゃんとつくよ。はい、なんとか作りました。こんな感じ。強度的には大丈夫。
ただハマるかどうかわかんない。もうこんなんもっこりしちゃってるからね。結局型取りくんではとりあえず作れるんだけど、もういびつな形になっちゃうんで、この辺削んないと入んないかな。とりあえずやってみようか。これが入ればすごいよ。入ったらまぐれ。はまって、スライド。無理か。なんかいきそうだけどね。ちょっとトントンしてみるね。多分いけた。ああ、入るね。大丈夫ですね。ネジ位置は合いました。はい、OK。サイドパネルもちゃんとはまりました。じゃあ音質チェックやっていきましょう。はい、音のチェックやっていきます。で、本当はね、スピーカーつないで、スピーカーの音で判断するべきなんだけど、音の検査ができるようなスピーカーをお兄さん持ってませんので、こちらのアーカーゲー K701 で音のチェックの方やっていきたいと思います。はい、視聴行いました。視聴始めて、最初すごいバランスが悪くて、なんか 5kHz と低音がすごいうるさくて、なんかまあイコライザーでいじって聞いて、なんだこれとかって思ってたんだけど、30分ぐらいしたら音が整って、ちょっとそういうのがあって、なんかちょっとごちゃごちゃになっちゃったんだけど、結果としてはイコライザーフラットに戻して、ちゃんとフラットな音が出てました。極端になんかうるさい音があるとか、そういうのもなくなりました。音の傾向としては、音がすごく綺麗で、音場が広くて、定位がすごくいいです。ただ、なんだろう、音の厚みとか、音の力強さとか、それはね、残念ながらないですね。高い音から結構低い音までフラットに綺麗に聞こえます。低域が弱いとかそういうのもないですね。本当に音場が広くて、なんか静けさもちゃんと表現されてる感じで、音一つ一つがちゃんとはっきりする感じで、なんか作りのいいアンプだなっていう感じですね。悪く言えば普通だし、あまり力強さが感じないんだけど、そこは好みだよね。お兄さんは音の力強さちょっと感じたい派なんですけど、それはちょっとあまりない感じですね。音はね、硬くもなく、緩くもなく、すごくちょうどいいです。ちょうどいいっていうかね、お兄さんは硬めが好きなんだけど、硬めじゃありません。すごくフラット。で、唯一、バイオリンだけの曲とか、ピアノだけの曲、多分楽器にすごいマイク近づけて録音してる曲だと思うんだけど、それはね、すごく音が綺麗に響いて、いい感じでしたね。でも、お兄さん別にバイオリンだけの曲とかあんま聞かないんで、テスト用に聞いただけなんで、あれなんですけど、そつなく綺麗に音が出る感じですね。なんだろう、優等生な感じ。お兄さんが今メインで使ってるのはラックスマンのちっちゃいアンプなんだけど、とりあえずこれに変えてみようかなと思ってます。サイズもね、ギリギリ机の上に置ける感じ。このサイズ感ですね。多分机の上に置くんだったらギリギリのサイズだと思います。もうちょっと奥行きが短いといいかもしれないけどね。いいんじゃん？そんな感じ。誰かにおすすめするかって言ったら、別におすすめはしないですね。今回安くジャンクで手に入ったんで、そこは良かったかなと思います。あと、交換した部品はね、結局どれが壊れてるのかは分かんなかったです。いっぺんに変えちゃったんでね、一個一個部品変えようかなとも思ったんだけど、例えば3端子レギュレーターが壊れてて、で、それが原因でアンプを壊してましたとか、そういう複合技の時に嫌じゃないですか。なので、今回いっぺんに変えちゃいました。今回治ってよかったね、本当に。ということで、今日はね、スイーツもすごいんだよ。初めて見た。生シベリア。なんか昭和だなと思って買いました。ただ生ですからね、これ。お兄さん生好きなんで。普通のシベリアってスポンジケーキと羊羹だよね、確かね。これは生クリームも入ってます。生シベリアは要冷蔵です。柔らかい。羊羹柔らかいです。ほら。はい、じゃあいただきます。美味しい。羊羹、水羊羹だ。水羊羹、生クリーム、スポンジケーキだ。スポンジケーキと生クリームってもちろん合うじゃないですか。ショートケーキとかね。で、あんこと牛乳って合うじゃないですか。もうそれ、超美味しい。この水羊羹うまいよ。全然重さを感じないです。甘さも控えめでね、すげえ美味しい。はい、山崎生シベリア。ふわふわのスポンジで生クリーム入りのホイップクリームと水羊羹をサンドしました。そのまんまだね。製造者山崎製パン株式会社。カロリー287キロカロリー。そんなでもないね。結構量あるけど。値段はね、ちょっとわかんないです。スーパーで見つけて買いました。はい、ごちそうさまでした。今回はソニーのアンプ UDA1 ジャンク品の修理を行いました。なんやかんや調べたんですけどね。結局分からず、この辺の IC チップ全部交換して修理しました。IC チップ5個で送料とか入れたら多分4000円ぐらいかな。デジキーで送料2000円取られて、3端子レギュレーターは樫の木創業さんで買ったのかな。そんな感じで部品揃えて交換して直しました。はい、動いてよかったです。ということで、熊五郎お兄さんの出会いでは、普段ジャンク品の修理やってます。
こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタン、あと最新動画通知いくように通知ボタンをオンにしておいてください。あともしよかったら使ってるアンプコメントで書いてください。それではまた熊五郎兄さんでした。バイバイ。